こんにちは、4ギャオの仲間です。今日はですね、大工の基礎を学ぶシリーズから建築概論の軸組み工法の基本についてお話をしたいと思います。軸組み工法というのは日本の伝統的な工法で、在来工法とも言われます。で、柱や梁を組み合わせていく建築方法ですね。で、今日はですね、その軸組み工法の何がすごいのかというところ。で、そして軸組み工法は一体どういうものなのかというところ。そして、じゃあ実際に建物を作ろうとしたときに、どういうステップで、ものを考えていけばいいのかというところを、簡単にご説明したいというふうに思っております。軸組み工法の何がすごいかというと、一般的には、その、2倍工法に比べて設計度が高い。その設計度用の自由度が高い。いろんな建物が作れるとか、あとは、増改築の時に、柔軟性が高いということをよく言われると思います。で、これってなんかどっちかというと設計側から見た話であって、僕みたいな作り手側からすると、なんかそこではなくて、むしろいろんな材料、どんな材料であっても炭一本パーン打ったら使えるようになるっていう、この材料における柔軟性が本当にすごいと思うんですよ。で、これって、その、今この基本的に製材されている材料しか流通してないので、この凄さってあんまり伝わらないと思うんですけど、その製材技術がこんなに進んだのってつい最近の話なんですよ。この法隆寺からですよ。法隆寺からこの日本建築を考えたときに、1400年の歴史があって、そのうち1300年はまともに製材されてなかったんですよ。にもかかわらず、このいろんな材料、いろんな曲がってたり、もうなんか古い古民家とか言ったらすごい大きい太鼓張りとかあるじゃないですか。曲がってるやつとか。ああいう複雑な材料を巧みに組み込んで建築物を作ってきた。しかも精度高くてですよ。それをできてきたっていうのはものすごいことで、で、それを実現可能にしてたのが、この軸組み工法なんですよ。だからこの1300年のノウハウがギュギュッと詰まってるんですよ。めちゃくちゃすごいんですよ。だからですね、その凄さをですね、仕組みを見ていただけると、すごい、めちゃくちゃよくできてるっていうふうに思ってもらえると思います。ではですね、軸組み工法の基本ですね、について、どういったものなのかというのをご説明したいと思います。まず、軸組み工法なので、軸を組むっていうことなんです。で、ここで言ってる軸っていうのが、柱とか梁っていう厚みのあるものではなくて、徹底的に抽象化するんです。この構造物を徹底的に抽象化して、一本の軸、一本の線にまで抽象化するんですよ。その線で一回構成を考えていくっていうところが軸組み工法なんです。なので、これ前、構造の名称で使ったモデルなんですが、出来上がるのはこれなんです。でも、まず考えるのは、これで考えるんですよ。このワイヤーフレームです。この軸組みという、この徹底的に抽象化した世界で一回きちっと考えて、それから厚みを出していくんです。例えば、ここだったら距離があるので、ここの梁は厚みが必要だねっていう風になったりとか、そういう風に考えて厚みを出していくんです。で、結果出来上がるのが、こういうこと。なので、この一回抽象化、徹底的に抽象化するからこそ、複雑な建物を作ることができたっていうところなんですよ。でも、じゃあ実際これ、抽象化しますって言っても、実際この目の前に、この曲がった梁とかを目の前にしたらどうすんのっていう風になるんですよ。だから、例えばこう、なんかこういう、ここ180あって、これが160ですみたいな。で、これしかも曲がってますよっていう材料を実際に目の前にしたときに、いやいや、抽象化したって言ってもこれどうすんのってなるんですよ。でも、そこで登場するのは炭なんですよ。ここで炭一本パシーン打つんですよ。そしたら、この炭を基準に、作っていくことができるんですよ。こっちからこっちの高さ、ここまでだなと。こっからこっちですねっていう風に、この炭を一本打つっていうことが、物理的な世界と抽象化した世界を炭一本で結びつけるんですよ。実現可能な形に炭一本でするっていう。このシンプルな解決策は、言われてみれば簡単じゃないですか。ああ、確かになと思うんですけど、これをきちっとこの体系的に形にしたっていうのは、これすごいことだと思うんですよね。いや、めちゃくちゃ賢いなと思います。これって大工の三種の神器に現れてるんですよ。大工の三種の神器って、この差し金と、この長名と、墨壺っていうふうに言われています。で、この差し金は抽象的な世界を表していて、この長名っていうのは製材する道具なんですよ。なので、これは物理的な世界を表現してるんですよ。で、それを結ぶ墨壺なんですよ。だから、三種の神器っていうもの自体も、その抽象化した世界と
物理的な材料、製材という世界と、それを結ぶ墨壺。この3つが日本建築の本質なんだっていうことを表してるんですよ。だからこのよく使う道具ベスト3とかじゃないんですよ。この日本建築の在来工法の本質を示している。だからこの三種の神器をこの3つに設定した人はすごいかっこいい。憧れますよね。こんなよく言ったわっていう。すごいな、素晴らしいな、憧れます。日本建築の凄さっていうのはこの抽象化、そしてそれを実現可能にしたこの墨っていう文化。これがやっぱすごいなというふうに思います。ではですね、この軸組み工法を使って建物を作っていくときにどういうふうに考えていくのかっていうのをですね、ご説明したいと思います。まず、この小さな建物がありますと。でこの建物を実際に作ろうとしたときにどういうふうに考えていくか。まず考えることは2つあります。平面的に見るっていうことと、断面的に見るっていうことです。まず、平面的に見るっていうところを説明します。平面的に見るのは、ここで言うと、この土台のレイヤーと、この桁のレイヤー、この2つを見ます。でもしも、ここに2階があった場合は、そのレイヤーです。なので3つ見ることになります。で今回はシンプルな2つのレイヤーを見るというところですね。で、まず基本的に、日本建築は900棟グリッドでできています。で、この900棟グリッドをまず書いて、この900棟グリッドのマス目に材料を置いていくと、はめていくということになります。なので、土台だとこういうふうにドンと。こういうふうに、こういう土台を配置しますよというふうに考えるわけです。補足なんですけど、これ、墨付けをしたときに、まずここの材料の芯がありますと。で、この芯から 52.5 バックして15ミリ。で、こっちの材料の芯がここにありますっていうことを言ったと思うんですが、この時の、この最初の基準となる、芯っていうのは、この相手の芯のことを言ってたんですよね。この相手の芯がありますと。で、相手の芯があって、そこから 52.5 入ったのがここになりますよっていう、ここのことを言ってたんですよね。あとですね、この900棟グリッドで考えるときにとても重要なのが、この線というのは間違いなく900棟ピッチでまっすぐな線じゃないといけないんです。で、もしも材料が曲がっていたとしたら、墨を打って真ん中の線を作り、それをもとに墨付けをしていくということをします。そして、今、経冷剤といってきちっと製材されているものがほとんどです。で、若干曲がっているものがあったとしても、それは組み立てながら矯正してまっすぐにしていくということをしていきます。なので、僕はですね、製材している材料を使って、建物を作っていくときは、真ん中に芯、その材料の真ん中に常に芯があるという想定で、建物、墨付けをして、その形に矯正していくということをしていきます。ただ、本来の昔の曲がった材料であったりとか、製材技術がまだ未発達だった時は、真ん中に墨を打って、材料の芯ではなくて、その打った芯を900棟ピッチにはめていくということをしていきます。これ土台のレイヤーですと。で次に、桁のレイヤーも同じく、この900棟ピッチのマスの中にはめてます。で、これでまず2つの平面的なものをまず見ます。で、次に高さ関係を見ていきます。で、高さ関係はもうシンプルにこの高さの水平線のところを見ていくんですが、一つだけ、独特な考え方があります。それが峠というものです。この交点を峠というんですが、桁の芯と、このたるきという斜めの材料の下場の交点。この交わる点を峠と言います。で、この峠を、この桁上場のこのラインに合わせれば峠は0っていうし、この峠より、この桁より、上場よりも上に上がっていった場合、ここが、今は10ミリに設定してます。もしもここにあったら15ミリですよとかっていう風に変わっていくんですね。これなんでこんな峠っていう考え方があるかっていうと、ここのたるきかかるとここ溝を作るんですけど、この溝が深すぎると良くないんですね。例えばこんな、屋根の勾配こんなんですよって言ったら、こんなに取らないといけないくなるわけじゃないですか。でも、これぐらい斜めに取るんだったら、こういう風に取った方がいいよね、と。この峠で、書き取る量を調整するということをしています。で、この書き取ったこの峠っていうのを基準線として小屋組の方は考えていきます。なので、この峠っていうのが、とても重要になってきます。ちょっと複雑なんですけど、じゃあ峠全部ゼロにできるかっていうと、やっぱりどうしても深くなりすぎると取る量も多いし、その分、躯体を弱くしてしまうので、大体、ここの口脇といって取る部分なんですけど、これ大体15ミリぐらいとかに設定して、上げ下げをしてあげるということをします。そのために峠っていう考え方があって、ちょっとこれが分かりづらいというか、ちょっと特殊だなという感じですね。あとは、この峠をもとに、
これを加工するときも基準線一発パーンって打ってあげれば、それをもとにこの高さ掛けも取ってあげるということをします。例えば、この曲がった針も、例えばこういうふうに上げることもあるんですね。下の書き取りを少なくするためにちょっとわざと上げてあげます。で、そういった時にもこの峠のこのポイントですね。コスト上げると、ここの針の方もたるきが入るところ、溝通らないといけなくなるので、その始まりの墨とかも、この峠という考え方がとても重要になってくると。軸組み工法を考えるのは、まず平面的に見るっていうことと、切った断面、垂直方向から見ていくと。この2つのアプローチで、建物を分解して考えていくということをしていきます。ちょっと今の説明だけだと、まだちょっと全然よくわかんないなっていう感じになっちゃうと思うんですけれども、ちょっと僕の説明もまだまだうまくできないので、ただですね、これから実際に小屋作っていくということをやっていきますので、それを実際に見ていただいて、それからまたこれももう一回見てもらえれば、だんだん分かってくると思うんですよね。まだ今はちょっとうる覚えだったのでですね、ちょっと頭にちょっと置いといていただければと思います。ということで、軸組み工法の基本についてお話をしました。どうもありがとうございました。